Do you have a VTEC? コツアズ車解説サークルへようこそ。皆様、VTEC という言葉を聞いたことがありますか？ VTEC とはホンダが開発した可変バルブタイミング機構で、正式名称はバリアブルバルブタイミング&エレクトロニックコントロールシステムと言います。バリアブルバルブは可変バルブ、タイミング&リフトはタイミングリフト、エレクトロニックとコントロールシステムで電子制御機構といった意味になり、バルブの開き方を変えてエンジンのパフォーマンスを上げることが目的で生まれたシステムです。この技術によってエンジンの性能を最大限に引き出し、ホンダはパワーと環境性能という相反する性能を両立させることに成功しました。1989年の2代目インテグラへ搭載された B16A を始まりとして、今日まで VTEC は改良を加えながらホンダの多くの車に採用されています。ところでこのホンダの VTEC とは一体何者なのでしょうか？また何がすごいのでしょうか？そこで今回のコツアズ車解説サークルでは、ホンダの VTEC は何がすごいのか、その内容について迫っていきます。ぜひ最後までご視聴いただいた上で、よかったら動画の感想などをコメント欄で教えてください。VTEC はエンジンの心臓部ともいえるバルブ機構に革新的なメカニズムを取り入れた技術です。まずはエンジンの基本的な構造と可変バルブタイミングリフト機構というシステムについておさらいしましょう。一般的な自動車に採用されているレシプロエンジンでは、シリンダーと呼ばれる筒の中で吸気、圧縮、燃焼、排気の4工程を絶えず繰り返しています。レシプロエンジンとは熱エネルギーをピストンの往復直線運動に変換し、その往復直線運動をクランクシャフトを用いて回転運動に変換するエンジンのことを言います。まず空気と燃料を混合させた気体である混合機を作り、ピストンと呼ばれる部品で押し込んだ後に爆発させ、爆発によって発生したエネルギーがピストンを押し戻し、爆発した後の空気を押し込んで排出、ピストンを引いてできた空間にまた混合機を作る、といった流れです。この時、シリンダー内の空気を回転数に合わせて効率よく給排気することで燃焼効率を高めることができます。シリンダー内の給排気はバルブという部品の開閉によって制御されています。吸気バルブは開くことで混合気をシリンダーに導き、排気バルブは燃焼後のガスを排出します。バルブはカムシャフトという部品によってエンジンの回転運動から開閉の運動へ変換されており、カムシャフトに取り付けられた卵型の突起であるカムの回転運動に応じて動きます。もう少し簡潔かつ深く説明してみると、バルブの先端に接続されているロッカーアームという部品がカムの突起と接し、その動きに応じてバルブを押し込む動作を行うことでバルブを開きます。同様にカムの動きに応じてロッカーアームがカムの頂点方向から離れると、ロッカーアームがバルブを引く動作を行うことによってバルブは閉じます。そのため、バルブの動きがエンジンの性能に密接に関わってくるのです。そして先ほどご説明したバルブですが、可変バルブタイミングリフト機構が開発されるまで、長らく開くタイミングやバルブの開く量が一定でした。これらはカムシャフトの突起までの長さであるリフトや、クランクシャフトの回転角度である作用角に依存しているためです。本来、日常の走行で使用する低回転域ではバルブの開きは少なめでよく、スポーツ走行で主に使用する高回転域ではバルブの開きが多めであることがベストなのですが、低回転域を重視した設計では高回転側にとってパワー不足であり、高回転域を重視した設計では低回転域では過剰でスカスカになってしまうといった不器用さがエンジン開発における課題でした。そこで、このバルブリフトと作用角を回転数に合わせて切り替えられるようにしたものが、それぞれ可変バルブリフト機構、可変バルブタイミング機構と呼ばれます。可変バルブタイミング機構にはいくつか種類があり、トヨタの VVTi で採用されているカム位相型や、イタリアフィアットのマルチエアーで使用される油圧駆動バルブ型、ホンダの VTEC で使用されるカム切り替え型等があります。VTEC は、バルブリフトとバルブタイミングの両方を切り替えられる可変バルブタイミングリフト機構になります。先ほどの内容を踏まえて、これから VTEC の構造とメリットについて見ていきましょう。まず VTEC の構造ですが、簡単に言うと油圧でバルブを押し下げるカムの種類を切り替えることができる機構です。本来相反する性能である低回転域と高回転域を両立させるため、VTEC ではカム切り替え型のバルブタイミング機構を採用しました。これがどういった構造かと言いますと、
通常の突起の小さいカムの間に突起の大きなカムを追加で挟み込んだものになっています。それらは切り離されており、油圧で制御されるピンが飛び出して接続されることで大きなカムが連動して動きます。低回転時にはピンが飛び出していないため真ん中のカムが空振りし、両端の突起が小さなカムのみ押し下げられ、少なめのバルブの開きになります。逆に高回転時は油圧でピンを動かし、切り離されていたカムをつなげます。それによって真ん中のカムの大きな突起で押し下げられることで大きめのバルブの開きになります。このようにして低回転用と高回転用とそれぞれにバルブの動きを最適に制御しているのです。そんな VTEC のメリットは、回転域に合わせてバルブの開きを調整することで低回転域から高回転域まできれいに回すことができ、それにより1クラス上のエンジン出力を発揮できることです。VTEC を採用したエンジンはそれ自体が高出力化しているため、車格に対して1クラス分エンジンを小さくでき、エンジンルームの小スペース化及び室内空間の拡張に役立っております。また、燃料のエネルギーを高効率で扱うことができるため、高い環境性能を持つこともメリットの一つです。さらに性能としてのメリットとは外れてしまいますが、その独特なエンジン音も魅力の一つとなっています。VTEC は低回転域と高回転域でバルブの開きが変化するのですが、その際に明確にエンジン音が変化し素晴らしい加速感を楽しむことができます。このようなエンジン音の変化は、鍵括弧の内容のような形でよく形容されるサウンドであり、その高すぎる中毒性から世界中の多くのホンダファンを虜にしています。ここからは VTEC がどのようにして生み出されたのか見ていくこととしましょう。VTEC エンジンの研究及び開発は1980年代にホンダで始まった新時代のエンジンの開発プロジェクトにおいて燃費性能向上のために給排気側それぞれに高速専用のカムとロッカーアームを設け、バルブタイミングを可変させるという考え方からバルブ休止プラス可変バルブタイミング機構として始まりました。当初の目標は 1.6 リッターで最高出力 140PS でしたが、当時のホンダ技術研究所の社長の言葉をきっかけにリッターあたり100馬力、最高許容回転数 8000rpm という挑戦が始まりました。当時の技術水準では高性能エンジンでもリッターあたり80馬力、最高許容回転数は 6800rpm 程度であったことを考えると、この調整がどれだけチャレンジングであったかが分かります。まず新素材の導入によりエンジン各部の負荷を軽減し高回転化を実現。特に新開発のキャストスチールカムシャフトと新開発素材を用いた排気バルブによりバルブタイミングとリフト量をレースエンジン並みに取ることが可能となり、高回転高出力の特性を獲得した世界初の 1.6 リッター VTEC エンジンである B16A が開発されました。初めての VTEC エンジンである B16A を搭載したのはカッコインテグラなどとして知られる1989年発売の2代目インテグラです。その後1991年に発表された EG シビックの SIR、SIR2 では圧縮比の向上やバルブタイミングとバルブリフト量の変更によりリッターあたり106馬力となる最高出力 170PS を達成しました。その後改良を繰り返しながらさまざまなホンダ車の心臓部を担ってきております。ところで当時のホンダの VTEC エンジンで特徴的な事柄としてターボチャージャーを使用せず自然吸気エンジン、つまり NA エンジンを採用していることです。なお本動画ではこれ以降自然吸気について NA と表記します。もちろんパワーを追求するにはターボを使用することも選択肢の一つです。実際に当時販売されていた多くのスポーツカー、例えば日産のスカイライン GTR やトヨタのスープラ、マツダ RX7 などはターボエンジンを採用して高出力を実現していました。しかしターボは排気ガスを使ってタービンを回して空気を圧縮してエンジンへ送り込む特性上、その効果を発揮するまでにラグが発生することや圧縮によって発生した熱の冷却のために大量の燃料が必要になるため燃費が悪化することなどの問題がありました。当時のターボではホンダがエンジン開発において重視しているパワー、レスポンス、出力密度、環境性能を満たすことができず、ホンダは NA にこだわって採用し続けたのです。
実際元祖 VTEC エンジンである B16A から2007年に販売された日本仕様の FD2 型シビックタイプ R および同時期にヨーロッパで販売されており、日本でも台数限定で2009年からシビックタイプ R ユーロとして販売された FN2 型シビックタイプ R に搭載された K20AR スペックに至るまで高出力エンジンでも NA エンジンが採用されました。ただし FN2 のエンジンは日本向けのシビックタイプ R ユーロとして販売される場合は K208 と呼称されるのに対して、ヨーロッパ向けのシビックタイプ R として販売される場合は K20Z と呼称されており、エンジン特性も FD2 と FN2 とでは大きく異なるものとなっています。特に1992年に発売された初代 NA1 型 NSX ではホンダ初のスーパースポーツエンジンである C30A を搭載しており、NA の極致を目指して開発された C30A は排気量 3.0 リッターの NA でありながら、当時の実機性の上限1杯である 280PS を発揮しました。このようなこだわりから一部のユーザーからは、やっぱりホンダは NA だよねといった声が今でも聞かれているようです。ここまでの内容を踏まえて VTEC の凄さについてまとめていきましょう。まずはじめに挙げられるのは、初代 VTEC エンジンである B16A が世界初の可変バルブ対面リフト機構を搭載したエンジンであったことです。 VTEC 開発当時にもバルブタイミングを切り替える可変バルブタイミング機構を搭載した車はすでに市販されていました。例えば世界で初めて商用量産車に可変バルブタイミング機構を搭載したのはアルファロメオとされており、その後に三菱で開発された MD エンジンやシリウス -3x2 なども可変バルブタイミング機構を採用したエンジンです。これらについて少し触れますと、三菱のミラージュに搭載された可変排気量エンジン、通称 MD エンジンが日本の市販車に初めて搭載された可変バルブタイミング機構のエンジンになります。これは負荷の小さい時は4つあるうちの2つのシリンダーの給排気バルブを閉じて2気筒運転とし、高負荷時は4気筒をフルに使うことで燃費の向上を図ったもので、講義での可変バルブタイミング機構と考えられます。なおその2年後の1984年に同社のスタリオンやギャランシグマに搭載されたシリウス -3x2 は MD エンジンの技術を応用して高回転低回転での使用バルブ数が変化する機構です。しかしこれらはあくまでバルブタイミング機構です。その後開発された VTEC エンジンである B16A は回転数に合わせてバルブリフトとバルブタイミングの両方を切り替えることができる世界初の可変バルブタイミングリフト機構であり、ホンダの VTEC は世界中の自動車業界に大きな衝撃を与えたのです。次に NA エンジンでリッターあたり 100PS を達成した点です。VTEC が開発された1980年代は車の高性能化が一気に進んだ時代でした。各社がしのぎを削る形で車のパワーを強化していった中で、特に力が入っていたのがターボです。1979年に日産の430セドリック・グロリアが日本車で初となるターボエンジンを搭載したことをきっかけに目覚ましい技術革新が行われ、多くの車がターボを併用したパワー向上を図っていたのです。しかし先ほどご紹介したように、ホンダはエンジン開発において重視している点とターボの特性が合わず、あくまでも NA エンジンにこだわり続けました。その結果、最初の VTEC エンジンである B16A は改良を続けることでリッターあたり106馬力となる最高出力 170PS を達成。 NA でリッター100馬力超えといった記録は非常にインパクトがあり、近年は環境性能が重視されてピーク出力は重視されなくなったものの、今日に至るまでリッター100馬力は高出力の一つの基準とされているのです。現在はほとんどのメーカーで当たり前に採用されるようになった可変バルブ機構ですが、 VTEC は世界初の可変バルブタイミングリフト機構であったことや、 NA エンジンでありながらリッターあたり 100PS を達成するなどしており、自動車業界へ大きなインパクトを与えたエンジンだったのです。ここからは VTEC を使用したエンジンをいくつか紹介します。はじめに DOHC VTEC を紹介しますが、この DOHC VTEC は王道の元祖 VTEC です。DOHC はダブルオーバーヘッドカムシャフトの略で、シリンダーヘッドの上に吸気用と排気用にそれぞれ独立した2本のカムシャフトを持つタイプのエンジンを指しています。中回転域を超えた際に2段ロケットと呼ばれるようなはっきりとしたエンジン音が特徴です。
先ほども触れたカッコインテブラこと2代目インテブラに搭載された B16A は世界初の VTEC エンジンであり、またターボエンジン最盛期の1980年代において NA を貫きつつもロッカーアームの軽量化やフリクションの軽減をはじめとした技術進歩を背景に改良を加えることでリッター 100PS を超える驚きの性能を発揮しました。特に S2000 の初期モデルである AP1 へ搭載された F20C はリッターあたり 125PS となる最高出力 250PS というパワーを自然吸気エンジンで引き出すことが可能とされた代物です。また最大トルクは 22.2kgm、最高許容回転数は市販車としては超高回転となる 9000rpm という数値を誇り、当時の世界最高水準性能を誇りました。高回転型 NA エンジンとすることで実現を可能にした F20C のリッターあたり 125PS というその数値は今考えても驚異的な出力と言えそうなものであります。次に iVTEC を紹介しますが、 iVTEC とは VTEC に加えて吸気バルブタイミングの位相をエンジンの負荷に応じて連続的に制御する VTC を組み合わせた可知能化した可変バルブ機構です。 VTC は吸気側のカムシャフトと同軸上に VTC アクチュエータを設け、それを油圧で回すことでバルブタイミングをエンジン回転数とその時の負荷に応じて連続的に変化させる仕組みです。これによりVTEC で行われていた吸気バルブのバルブタイミング及びリフトの制御に加えて VTC のバルブオーバーラップなどの制御をより緻密に行うことで高トルク、低燃費、低排出ガスそれぞれの要求性能に応えることができました。なお、バルブオーバーラップとは吸気バルブと排気バルブの両方が開いている状態です。この iVTEC を採用したエンジンは2000年に発売されたストリームを先頭にしてフィットやステックワゴンなど多くの車のエンジンのベースの技術になっています。iVTEC についてはいくつかのバリエーションがあるのですが、現在では既存の VTEC に何らかの新機軸が盛り込まれたものを iVTEC と呼称しており、そのバリエーションは多岐にわたります。今まで VTEC が採用されていなかった軽自動車でも2017年に2代目 NBOX で初採用された S07B エンジンにおいて iVTEC が初めて採用されています。最後に VTEC ターボを紹介します。ホンダの VTEC エンジンで NA を採用し続けたことはご説明しましたが、それと並行してホンダはターボに関する技術も蓄積し続けました。2013年11月より開発がスタートし、主にダウンサイジングコンセプトに基づいた車で採用され、日本では2015年に発売を開始した5代目ステックワゴンのガソリンエンジンモデルに搭載された L15B から採用が始まっています。そしてその5代目ステックワゴンが発売された同じ年となる2015年、FF 量産車最速を掲げてシビックタイプ R を復活させるにあたり、加速性能、最高速、サーキットのラップタイムの全てのパフォーマンスを向上させるため、出力の目標を 300PS オーバーに設定し開発されて登場したエンジンがタイプ R で史上初となるターボエンジンの K20C1 エンジンです。ベースになったエンジンは2001年に発売されたインテブラタイプ R をはじめとしたスポーツモデルをはじめ、様々な車に搭載されてきた K20A です。特にインテブラタイプ R や仙台日本仕様の FD2 型シビックタイプ R に搭載された K20AR スペックは、これこそホンダの VTEC エンジンというようなスポーツフィーリングにより高い評価を得てきたエンジンです。ここに独自の吸排気 VTC や排気 VTEC に直噴技術とターボチャージャーを組み合わせることで最高出力 310PS、最大トルク 40.8kg フォースメートルの高出力高トルクを実現しました。そしてこの K20C1 エンジンを搭載し FF 量産車最速を掲げて登場した車こそシビックタイプ R の FK2 です。なお FK2 は日本において750台のみの限定販売となり、事前にホームページでの商談申し込みが必要でディーラーでの商談申し込みはできないという制約がありながら、予定数の10倍以上となる7500台以上の申し込みがあったということです。ちなみに台数を上回った申し込みがあった場合は抽選での販売という形をとっておりました。 K20C1 の性能はその後の改良によって引き上げられており、最高出力は FK8 用では 320PS、現行の FL5 用では 330PS まで向上し、最大トルクも FL5 用では 42.89kg フォースメートルへと引き上げられています。
このほかイギリスのアリエルモーターカンパニーが製造するアトム4にはホンダから K20C1 が供給されて搭載されており、高出力仕様では ECU チューンを独自に施すことによって最高出力 355PS 程度を達成しています。ちなみにこの車、交渉重量が 595kg とされているとんでもない車で、タイヤやフレームどころかドライバーまでオープンな車となっています。これはノードアーズ、ノールーフ、ノーコンプロミス、日本語に直訳してドアなし、屋根なし、妥協なしというコンセプトによるもので、ドライビングを楽しくするもの以外は全て排除することを方針としたものによります。なお K20C1 エンジンでは排気バルブにのみ VTEC を使用しています。これはターボによって大量の空気をシリンダーへ送り込めるため、バルブの開き具合を調節する必要がなかったためです。排気側に VTEC を使用し、シリンダー内の燃焼ガスの排気を効率よく行うことで、ワンサイズ小さなターボチャージャーでも十分な下給圧を送り、従来の課題であったターボ特有のラグを解消しています。またエンジン内部の各部品の重量軽減を徹底的に行い、7000rpm までストレスなく回る特性を持たせ、ホンダのエンジンの特徴である軽快な走りを実現しました。今回はホンダの VTEC とは何がすごいのかについて解説をしてきました。他社に先駆けた可変バルブ機構を採用したエンジンの採用や NA エンジンでありながらリッターあたり100馬力を超える性能は今でも色あせない功績として残っているでしょう。ところでホンダは2040年までに EV/FCEV 販売比率をグローバルで 100% にすることを目標に電動化の動きを加速させており、従来の内燃機関車の生産は行われなくなっていくと見られています。しかし EV が主流になってもホンダが持つ素晴らしい技術をもとにした新しいイノベーションが生まれることを期待したいですね。今回の動画は以上になります。動画が良かったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ車解説サークルでは今後も継続的に車に関する様々な気になる情報を動画にして発信していきます。チャンネル登録をしていただくことによって最新の動画がいち早く見られるようになりますので、ぜひ登録ボタンを押してください。それではご視聴ありがとうございました。